芦田愛菜さんが神と仰ぐ現代作家、エンタメは逃避でなく生きる術といったことに共感を覚えました。なんといっても手触り、ふわふわ滑らかで癒されます。皆さんこんにちは、ミステリーマープルです。今日はあなたが笑顔になれる場所はどこですかについてお話しします。場所の話なので背景はランドスケープにしてみますね。皆さんは天才子役だった芦田愛菜さんが神と仰ぐ現代作家ってご存知ですか？著書マナの本棚によりますと、辻村瑞希さんがマナさんにとっての神だそうです。マナさんの聡明かつ微妙な若者の心情を辻村さんはどうやって掴んだのでしょうか。私ととても相性が良かったようで、辻村さんの作品を私はほとんど読んだのですが、一つこれはと思ったセリフがあったのでご紹介します。いじめにまでいかないような生き方や疎外感というものがこの世にはある。現実に溺れそうになった時、アニメは人の日常を救える。現実逃避にアニメを見ることでなく、暗くも不幸せでもなく現実を生き抜く力の一部として見る。これは派遣アニメという作品の王子監督のセリフですが、これを通じて辻村さんは生きろというメッセージを送っていると感じました。これは派遣アニメという作品の王子監督のセリフですが、これを通じて辻村さんは生きろというメッセージを送っていると感じました。思春期特有の揺れ動く気持ちを捉える作家と評判の辻村さんですが、この一文は今の不安定な世界情勢を生きる私たちにも響くと思いました。アニメとここでは言っていますが、演劇やコンサート、アートなど人それぞれのエンタメのことですね。エンタメは逃避でなく生きる術といったことに私は共感を覚えました。不安定な情勢だけれど笑顔になれる場所を各自が探してそこに行くこと、これはまさに救いの言葉、福音ですね。人間はボールペンを口に加えて映画を見た方がより楽しく感じると言います。ボールペンを加えたことによって脳はこの人は笑っている、幸せなのだと認識して幸せホルモンを出してくるのだとか、人間は形からも自分を幸せにできる。以前人は他人の笑顔を見ることで幸せホルモンが出るとセミール・ゼキ教授の説をご紹介しましたが、笑顔は自分も他人も幸せにできるんですね。ただ笑えと言われても笑うに笑えないですし、何もないところで笑いっぱなしだとしたら
それはそれで心配です。セロトニンなどの幸せホルモンを合成するにはまず食事が肝要です。セロトニンの合成に必要なトリプトファン必須アミノ酸を摂ると良いのですが、アニメポパイで有名なほうれん草とか肉や赤身魚、意外なところではパスタが挙げられます。即幸せな気分になるためには甘いものを食べたり、湯船に浸かったり、ウォーキングなどリズミカルな運動も効果的だそうです。幸せ気分になって笑顔になれば自他の脳を幸せに演出できるんですね。そんな正のスパイラルに入るため、また逃避ではなく生きるよすがとして辻村さんの唱える人の日常を救える心の支えを探してみてはいかがでしょう。あなたが笑顔になれる場所はどこでしたか？ファンを大切にするのよ。 BTS の V さんのおばあ様が残された言葉です。おまけの付録レビュー。今日はスヌーピーのぬいぐるみクッションです。インレッド2021年11月号の付録で、表紙は吉高由里子さんですね。かわいいね。チャーミングな横顔は思わずギュッとハグしたくなる可愛さ。リビングに車にと場所を選ばないサイズ。インテリア小物として飾っても楽しめそう。背面のロゴは刺繍でちょっと上質感。タグをつけた方が絶対簡単なので、コンピューターミシンだったとしても愛着が伝わってきます。なんといっても手触り。ふわふわ滑らかで癒されます。特に高価な服でなくても柔らかいタオルや使い慣れた毛布、好きな肌触りのセーターなどを身の回りに揃えることはオキシトシンが出る幸せな環境づくりなんですよね。デスクワークや授業のお供にいかがでしょうか。よろしかったらチャンネル登録、いいねボタンクリックをお願いします。ではでは、またね。